花束、あまりにも巨大で華美な恐ろしい花束。今回はこれをスケッチしたいと思います。一つ目の動画にしてはなかなか難しいモチーフなんですけれども、悪戦苦闘しているその様子をご覧いただけたらと思います。F8 の、画用紙にアクリル絵の具を用いて描いていきます。色をなるべく制限して筆も3本だけで、それも大きな筆のみでやる、大雑把にやっていこうという目標を立ててやりましたが、まずこの真っ白な画面にですね、大きく形を描いていきます。はい、一筆目ですね。このような感じで、まずは大胆に、常に大胆にを心がけながら見ながら描いておりますが、これ壁の色ですね。色の混ぜ方もですね、パレット状で、筆をそのままワシャワシャやって、作るもんですから、あまり理路整然とした感じにはならないと思います。ワシャワシャっと塗っていくわけです。ちなみに今回は計1時間半ほどをこの作品スケッチに費やしましたが、それをギュギュッと圧縮してダイジェストでお送りします。ナレーションは神田高木でございます。今黒いところを塗ったりで、葉っぱのような形をシュシュッとやったりして、小さい筆が出てきましたが、今度は明るい色の部分を見ている、葉っぱの形なども見ている、そんな感じですね。色を混ぜながら、混ぜつつ見つつやっております。序盤はこのように迷いはあまりないんですけども、後半に行くに従って筆が遅くなっていきます。その様子もご覧ください。これは赤ですね、登場しましたが、この花束、いかつい花束、もう溢れんばかりの多様な花があり、いろんな色があって形があるもんですから、相当苦しかったですね。この段階ではひとまず赤はここだと、今度はピンクですね。で、さっきの筆をそのまま白つけて混ぜてやっていますから、今ピンクの花がここら辺にあるなという場所取りと大まかな明るさですね、やっております。青いお花もありまして、ちょっとですね、録画が下手くそでアングルがあまりよろしくないんですけれども、こういうお花があったよということで、絵を通してぜひ見ていただければと思います。壁の白を塗りつつで、葉っぱの形を浮かび上がらせつつ、丁寧かつ大胆にやっていくわけですね。まだ余白の紙の白が残っているから、まずそこを埋めたいなという野心もありますね、この時は。これは名前わからないんですけど、なんか枝葉のようなものが刺さっていたので、それを大雑把に描いているですね。で、今こうやって描いていますけども、後半になりにつれて全てが破綻していくと思います。すなわち1時間半もですね、ずっと見ながら描きながらやっていると、もうところどころでやけになるですね。お絵描きをするお方であれば、絵のそういった場面も想像つくかと思うんですけども、描いている時の心持ちは心よいものではないですね。描こうと思ってついぞ描けないみたいなところの葛藤が最後まであって、それが絵画のでございますね。緑の明るいところを見ていますね。同じ色を
筆でつけて、他にも同じ場所あるかなって言って同じ筆のまんま他の場所を探すみたいのが、こう見てみると私の書き方ですけども、一方である一点から徐々に輪を描くように書き出していって、緻密さをそのまま保持して全体に広げていくっていう方もいらっしゃいますよね。私は精密画からは程遠い性分でございますから、大雑把に書いているわけです。筆もこれが一番細いもので、今回は3本しか使わなかったんですが、それでなんとか捉えていこうという試みですね。ポンポンポンだったりスッだったりガサガサだったり、いろんなで指で消してしまったりしておりますね。でこれ実は自然光で撮っているので、カーテンを開け放って雲が動きつつある曇り空の差し込む光、そこで今聞こえましたか？キジが鳴きました。外でアトリエが片田舎にあるもんですから、外ではよく鳥の鳴き声がねします。あと2回ほどキジの鳴き声がおそらく入ったと思うので、ぜひ耳を澄ませてみてください。一回休憩を挟みまして再開しました。ちょっとねカメラのアングルがまた変わってしまって恐縮なんですが、またやっているわけですね。今度はまた明るいところを探して見ていますね。入りました。キジです。近くに来ましたね、さっきより。随分細かいことを今やっていますけれども、もう序盤と比べると筆が遅いですね。今回カットしてますけど、一筆一筆の合間も相当あります。塗って50秒考えて、塗って50秒考えて、考えるというか見てですね。ちょろちょろちょろとやっていますね。またちょろちょろちょろとやっていますね。果たしてこれが作用しているかどうかはわからないです。アクリル絵の具の一つだけちょっと難しいところは、塗った瞬間と乾いた後の色が変わるということですね。その点オイルパステルがとても私には使いやすいんですけれども、こういう筆を用いて、で色も取り扱いながら、今窓閉めましたね。やりながらやっているわけです。こう今明るすぎたところを上からカサカサっとやったり、暗すぎたところを上からカサカサってやってんですけども、ほら乾くとちょっと色が落ち着きますよね。半透明の絵の具と不透明の絵の具、そんな性質もまだ少し勉強中ですから、試行錯誤しながらやっているんですけども、半透明だと上から重ねても下が見えてくる。で完全に不透明だと上塗りされる。そこの調整も取り扱う。それが私の目指す画家でありますから、練習してますね。はいはい。いつの間にか花束には見えておりますけれども、どうでしょうかね。ここで完成だったかな。そうですね。一旦ここで終止符を打ってため息ついて、撮っておりますね。実際こんな花束で一回この時完成としたんですけどもですね、その夜過失修正をいたしまして、今度は机上で昼間に見た花束のことを思い返しながら全体的な絵画としての調整をした。これが今写ってるのが修正後のやつですね。ただ見て描く、見たものを描き写すっていうことと絵画として成立させる、この2つがあると思いますが、まず画面の中ので完結できているかどうか、すなわち明るすぎる暗すぎるみたいなところがないか、あくまで調和が取れているか、そんなのをちょっとですね
後で付け加えたって感じです。やっぱり1時間半で書き切るっていうことをまずあわよくば1時間ほどでパキッと完成させるみたいなところをまず目指したいと思います。まだ時間はかかるわ、迷いばかりであるわ、で最終的にそれほどいい絵でもないってとこで、この花束は相当チャレンジングな挑戦でしたけれども、このように練習を重ねていきたいと思っております。長い動画でしたが、最後までご覧いただきありがとうございます。